今日はとちお揚げのじゅわしみ煮を作りたいと思います。とちお揚げとは新潟県長岡市の名物の油揚げで、長さ20センチ、幅6から8センチ、厚さ3センチという大きな油揚げです。都庁では油揚げのことを油揚げと呼ぶそうです。焼くレシピが多いと思いますが、今日はかつおだしで煮て口に含むととちお揚げとかつおだしのうまみが相まってじゅわしみが楽しめる一品に仕上げていきたいと思います。とちお揚げは油にもうまみがあるのでこのまま使いますが、気になる人はキッチンペーパーで押さえて表面の油をある程度除いてから使ってください。2センチ幅に切っていきます。今日はとちお揚げと一緒にわけぎを煮ます。わけぎの甘さが加わってさらに美味しくなると思います。なければ普通の長ネギやお好みのネギ類を使ってくれても大丈夫です。1センチ幅の斜め切りにしていきます。かつおだしをだしパックに入れます。今日は計量して 5g 用意しましたが、このように小分けで売られているものを使うと便利なので、それでもいいです。その場合1袋 2.5g が今主流なので、2袋を1つのだしパックに入りきらないようであれば2つに分けて入れて使ってください。かつおだしを作っていきます。今、深めのフライパンにお水が入っています。強めの中火にかけます。はい、5分ほど経ってふつふつしてきました。そしたら沸騰する前に鰹節を加えます。ぐつぐつ煮てしまうと鰹節のえぐみが出てしまうので気をつけてください。このぐらいふつふつした感じで5分ほど煮出します。はい、5分ほど経ちました。この時点で少しこのようにゆらゆらさせて中に溜まっている鰹節のエキスをお湯に移します。そしたら火を止めてこのまま10分ほど置いておきます。はい、10分ほど経ちました。鰹節を取り出していきます。今日はぎゅっと絞り切ってしまいます。取り出した鰹節はもったいないので、からいりしてお醤油やみりんで味付けしてふりかけにして使ってみてください。鰹だしの中に調味料を入れていきます。お酒、薄口醤油、みりん、ここにとちお揚げとわけぎの根元の方を加えて火にかけます。火にかけます。中火です。はい、煮汁がふつふつしてきました。このままだととちお揚げが
浮いてしまうので落とし蓋をします。今日は木の落とし蓋を使います。木の落とし蓋はしっかり濡らしてから使います。なぜなら乾いたまま使ってしまうと煮汁が木目の中に入り込んでしまうので、しっかり濡らしてから使ってください。ない場合はこのように一回りフライパンよりも小さい蓋を使って落とし蓋にしてくれてもいいです。この場合は濡らさずにそのまま使ってくれても大丈夫です。このまま10分ほど煮ますが、途中5分ほど経った時点でわけぎの青い部分を加えてさらに煮ていきます。はい、5分ほど経ちました。わけぎの青い部分を加えます。再び落とし蓋をします。さらに5分煮ます。はい、10分ほど経ちました。火を止めます。このまま冷ましながら味を含ませるために15分ほど置きます。はい、15分ほど経ちました。落とし蓋を開けてみます。かつおだしのいい香りがして、とちお揚げもわけぎもじゅわじゅわしみしみになっています。冷めていたら温め直して、逆に冷蔵庫で冷たくしても美味しいと思います。それでは器に盛り付けていただきましょう。お好みでおろし生姜をのせて、七味唐辛子を振って、じゅわしみ体験いただきます。